こんにちは。今日は、日本で住むメリットっていうことについてお話ししようと思います。まあ、皆さん知ってると思いますけど、日本って本当に、いい国ですよね。まあ、このポッドキャスト聞いてくれてる人は、日本語勉強してる人がほとんどだと思うので、まあ、日本がいい国っていうことはよく知ってる人が多いと思うんですよね。まあ、いろんな文化がありますし、まあ、人も優しい、街が綺麗とかいろいろ理由があると思うんですけど、まあ今日話すのはこの日本で住むメリットっていうことですね。最近僕いいコメントをもらったんですよ。まあ、日本に住むメリットについて教えてくださいっていうコメントだったんですけど、僕なんとなく日本はいい国だなって思ってましたけど、実際にその日本に住むメリットについてあんまり深く考えたことがなかったんですね。なので今日はそのメリットについてお話ししていくんですけど、ぜひね、皆さんの国で住むメリットとかもあったら、コメントで教えてください。まず、そのメリットについて話す前に、僕が住んだことがある場所は日本だけじゃないんですね。外国でも住んだことがあるんですよ。トロント、カナダのトロントと、ポーランドにも住んだことがあるんですね。それでこの2つだけじゃなくて、まだチャンスがあったら、いろんな国に住んでみたいなとか、まあ、いろんな国に行ってみたいなっていう気持ちがあるんですけど、まあ、今まで僕は3つの国に住んだことがあります。で、それプラス、僕、毎日いろんな国の人と話すチャンスがあるんですよ。で、その人たちと話すときに、その国の生活とかね、どんなポイントがいいかみたいなこともよく聞くので、そういう経験から、日本で住むメリットについて話そうと思います。で、まあ、他の国と比べた時の日本のメリットですから、人が優しいとかね、街が綺麗とか、そういうメリットは、まあ、あんまり言わないと思いますね。あんまり大きいポイントじゃないと思うので、まあ、他の国でも優しい人たくさんいますし、街が綺麗な国たくさんありますから、あんまりそういう曖昧な小さいポイントについては話さないくて、もうちょっと具体的なね、メリットについてお話ししようと思います。で、まず一つ目が、まあ、日本が便利ってことですね。多分皆さん知ってると思うんですけど、まあ、電車とかね、バス、タクシー、まあ、ウーバーがね、日本ではウーバーがないので、それはちょっと不便かもしれないんですけど、でも電車はほとんど時間通りに来ますし、その電車がある場所もその東京だけとか京都だけ大阪だけじゃなくて、例えば東京から、広島まで電車だけで行くこともできるんですよ。なのでその車を持ってないとか車に乗れない子供でも、まあ、車がなくても電車だけでいろんな場所に行けるとか、さっき電車は時間通りにほとんど来るって言ったんですけど、まあ、もちろん、まあ、電車って線路の上を走って信号とか、まあ、信号ありますけど、まあ、ほとんど、電車だけの道がありますから、電車は時間通りに駅に着くってまあ、できると思うんですよ。でもバスもなぜか時間通りに来ることが多いんですよね。電車と違ってバスは普通の車が走る道を走って、で、もちろん信号もありますから、信号が赤の時はちゃんと止まって、それからバス停に来るので、遅れることも結構あるはずなんですけど、実際にはね、バスも結構時間通りにバス停に来ることが多いんですよね。多分バスの会社がいろいろデータを見たりね、研究したり、運転手さんが頑張ったりして、バスもその時間通りにバス停に来ることができるんだと思いますけど、まあそういう電車、タクシー、バスとかそういう公共交通機関が、めちゃくちゃいい、まあ、便利っていうことと、もう一つめちゃくちゃ日本が便利なポイントがあって、コンビニですね。コンビニが本当に便利なんですよ。もちろん日本に来たことがある人は知ってると思いますけど、まあ、コンビニって大抵、まあ、ほとんど90%、95%は、まあ、24時間ずっと空いてるんですよね。僕もコンビニのアルバイトした時に、夜のシフトだった時があったので、
夜にずっとコンビニにいて、夜中に来るお客さんのそのレジしたりしてたんですよね。なので夜になってなんか少し食べたいとか、ちょっと何か飲みたい、他にもそのシャンプーがないとかティッシュがない時もコンビニに行ったらすぐに買えますし、それから全部のコンビニでATM がありますから、何か支払いしなきゃいけない時もそこからできるし、あとコピー機もありますから、学生さんとかサラリーマンとか何かコピーしなきゃいけないものがある時も、夜中にねコンビニが開いてるからコンビニに行って何かコピーすることもできるんですよ。なのでこの電車バスとコンビニ、これは本当に日本が便利になる大きい理由だと思いますね。それからこれちょっと言い忘れちゃったんですけど、このもう一つ便利なポイントがあって、例えば夜遅くまで遊んで電車がなくなっちゃうんですよ。午前1時ぐらいにはもう電車がないから家に帰れないんですよね。普通電車がなくなって家に帰れなかったら、例えばタクシーに乗って家に帰るとかそういう方法しかないと思うんですけど、日本って結構いろんなものが24時間空いていることが多いんですよね。例えばカラオケも24時間空いていることが多いし、あと、インターネットカフェとか漫画カフェも、24時間空いてるんですね。あとはカプセルホテル、日本っぽいかもしれないですけど、カプセルホテルもあるから、とりあえず困った時に何かできる、選択肢がいろいろあるので、これも便利なポイントですね。で、次のメリット、次のポイント、2つ目のポイントは日本でマナマナーが強いっていうことですね。で、このメリットは、人によるかもしれないんですけど、僕は日本に住んでるメリットだと思うんですよ。っていうのも、日本は、その、いい人というか、マナーをちゃんと守れる人にとっては、めちゃくちゃいい国だと思うんですよね。例えば、ちゃんと、レジの前でちゃんと待てる人とか、電車が来て、で、電車が来るまでちゃんと待てる人、あと、電車の中で静かにするとか、温泉のマナー、温泉のルールもあるし、ゴミのマナーも、いろいろルールとかマナー、いろいろあるんですよ。で、そういうマナーを守れる人にとっては、めちゃくちゃいい国だと思うんですよね。やっぱり今はインターネットがあって、昔20年前より、いろんな国の人が同じ国に住むとか、いろんな文化の人が同じ場所に住む機会が増えてきたと思うんですよね。で、そのいろんな文化とかいろんな国から来た人が同じ場所に住んで、みんなが自分のしたいことをしたらなんかぐちゃぐちゃになっちゃうと思うんですよ。例えばもちろんその電車の中でイヤホンしないで普通に、スマホから音楽を流すのは、法律的には違法じゃないですけど、なんかみんながねそのイヤホンしたくない人がみんなで電車の中で音楽聴いちゃったらもうぐちゃぐちゃになっちゃうと思うんですよ。なので、法律は、違反してないけど、でも、ある程度そのマナーがあって、でそのマナーを守れる人にとっては、日本はいい国なんじゃないかなと思いますね。僕が住んでたカナダとポーランドでも、ほとんどの場所で、ほとんどの人は静かだったんですけど、たまになんか自由にしたい人が、電車の中でうるさくしたり、そういうことがあったので、日本よりそのマナーが、あんまり大切じゃないのかなと思いますね。でも日本でやっぱり自由にしたい人もマナーを守らなきゃいけない、雰囲気がありますから、なんか自由にしたい人にとってはちょっと、マナーがあるのはデメリットになるかもしれないですね。で、これが3つ目のポイントなんですけど、医療費についてですね。医療費っていうのはその病院のお金ですね。歯医者に行って払うお金とか、普通に病院に行って払うお金のことを、医療費って言うんですけど、これは結構現実的な話で、あんまり面白くないかもしれないんですけど、僕はめちゃくちゃ大きいメリットだと思うので、話します。まず、日本では、病院に行った時に、基本的に30%
払うんですよね。その70%は、国が払って、で30%は僕たちが払うっていうシステムなんですけど、これ、払わなくてもいい国もあるんですよ。例えば、カナダ、医療費払わなくていいし、まあヨーロッパも、ヨーロッパの国も、0%まあ、何も払わなくていいっていう国が多いと思うんですけど、まあ、日本でも30%払わなきゃいけないですけど、でもこの、保険ですね、国民保険があるっていうのは、やっぱり世界的に見ても、ありがたいことだと思うんですよね。それでさっき話した日本は、30%払わなきゃいけなくて、カナダとか、ヨーロッパのたくさんの国では何も払わなくていいですよね。で、まあ、逆にその30%払うメリットもちょっとあるんですよね。っていうのも、医療費を払わなくてよかったら、なんか病院に行きたい人がめちゃくちゃ多くなるんですよね。それで本当に病院が必要な人が、めちゃくちゃ待たなきゃいけないみたいなことが、起きちゃうらしいんですよ。例えば僕、ポーランドにいる時に、ちょっと目が痛くなって、目が赤くなっちゃった時があったんですね。そんなに大きい問題じゃなかったので、大丈夫だったんですけど、ちょっと病院に行きたかったんですよ。それで病院に、連絡したら、僕はなんか3ヶ月とか4ヶ月ぐらい待たなきゃいけないっていうことを言われたんですね。で、その目の問題があったのが、日本に帰る、2ヶ月前とか1ヶ月前ぐらいだったので、待ってもその病院に行けないんですよ。なので自分でその問題について調べて、薬局で薬を買って、で、それを目に使って、まあ、なんとか治ったんですけど、でもやっぱり不安だったんですよね。僕、その医療について何もわからないですから、なんかプロのアドバイス、プロの意見が欲しかったんですけど、3ヶ月、4ヶ月待たなきゃいけなかったので、結局自分で何とかするしかなかったんですけど、日本では、日本でもその目の問題があったことがあったんですけど、その時はその目の医者に電話して、ちょっと目に問題があるみたいなんですけどっていうことを相談したら、もう同じ日、その日に、目医者、まあ、眼科に行って、そのお医者さんが問題を見てくれたんですよ。なのでその30%払ったら、もっと、問題が解決する時間が早くなるかもしれないので、僕はこの30%は大切なんじゃないかなって思うんですけどね。それからその0%、医療費が0%の国って、税金もね、高くなっちゃいますから、まあ日本結構バランスがいいんじゃないかなって思って、この30%ぐらい、基本的に30%医療費を払う、この医療費のシステムは、日本に住む大きいメリットなんじゃないかなと思います。まあそんな感じでね、なんかいろんな人がその日本はいい国って言って、その日本がいい国だと思う理由は、人が優しいとか、食べ物美味しいみたいな、まあそういうポイントだと思うんですけど、僕からはもう少し現実的なポイント、現実的なメリットをお話しさせていただきました。特にこの最後の医療費の問題は本当に現実的すぎますから、あんまり興味がない人もいるかもしれないですけど、まあ、役に立ったら嬉しいです。まあ、そんな感じで今日は日本で住むメリットについてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。